バンババンバンバアビバビババン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 バアビバのババンババンバンバアビバビバビババンババンバンはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラのまさるくん、三毛猫のたまちゃんでした。ゆりさんかと思ったら、三毛猫のたまちゃん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいようは言った。同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、もう空っぽになっちゃったからね。でもゆりたんが来てくれたな。空のお皿舐めるのが趣味のゆりたんだけは来てくれたな。もう空っぽになっちゃったから、今後は猫は登場しないと思われますので、ご了承くださいませ。ぐーちゃんなんかもうそこでずっとトドのようになってな。背中をこっちに向けたまんまで。もう全然シーバーにも反応しないな。暑くてなのか何なのか知らんけどな。ないね、ゆりたんね。なくなったったね。うん。はい。ゆりたん。はい。もうね、猫ちゃん来ないからゆりたん頼みでございますよ。今日は質問が思いつかなかったの。ごめんね。ごめんちゃい。ゆりたんかわいいかわいい子ちゃん。ゆりちゃんかわいい子かわいい子ちゃん。もうすごい優しそうな顔してるところがまたかわいいんだよね。いい子いい子。かわいいうちね、ゆりちゃんね。はい、もう嫌だね。はい、失礼しましたよ。はい、で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。
で、たけしの言葉で乾杯のことを Justice って言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。Justice ゆりた映ってないけど、Justice たまちゃん Justice な。今日は、氷を入れた冷たい水でございます。最近塩入れるのめんどくさくなっちゃったっていうのとさ、今日は冷たい水だからね、塩は溶けないかもしれないみたいなところで、今日も塩なしの冷たい水でございますよ。ね、もうほら暑いからさ、お湯は飲まないからね、と思って、逆に水が欲しいよなと思ってさ、そうだと思って、コップに水入れてさ、冷蔵庫に入れといてさ、で、まあね、使うとき飲めばいいやと思って、で、飲んで、で、また水入れて、で、冷蔵庫に入れといて、と思ったんだけど、結局それでも飲まなくても飲まねえな。水も飲まねえな、みたいなね。で、にゃんこもどうもね、なんか水を飲まないのか、何なのかさ、今日ゴミの日だったんだけど、で、にゃんこのトイレのな、システムトイレなので、下にシーツを敷いてあってね、それをさ、引き出しにシーツが敷いてあって、引き出しをね、上下ひっくり返すんだよね。にゃんこがね、前の方だけにおしっこするわけよ。だから前の方だけが汚れるんでね、上下をひっくり返すと、ちょうどね、シート1枚分が有効に使えるよっていう感じなんだよね。で、まあ、月曜日にシートを取り替えるんだけど、今日は木曜日だったので、そのトレイをね、上下ひっくり返すっていう日だったんだけど、最近にゃんこがね、みんなもう、おしっこの量が増えたみたいでさ、まだね、今までだったら、それまでだったらっていうのかな、前は、ちゃんとね、前の方だけでするんで、半分ぐらい汚れて、で、まあ、上下ひっくり返すと、まあ、上下というか前後ひっくり返すと、ちょうどね、半分半分っていう感じでいい具合だったんだけど、最近もうね、月曜日から木曜日の間だけでね、もうほぼシート全部濡れちゃってる感じで、だいぶおしっこの量増えたなって感じだったんだよね。まあ、とりあえず今まで通りの習慣でさ、まあね、前後ひっくり返して、引き出しをさ、戻すんだけど、今日なんか全然そのシートが汚れてなくて、嘘だろっていうぐらいシートが汚れてなくてさ、と思って、だからおしっこしてないのか、水飲んでないのか、と思って、だから犬とかさ、まあ、あとなんだろう、汗かく動物ってなんかいるわかんないけど。人間以外に汗かく動物いるっけ。まあ、犬はほら、舌出してハーハーしてるから、まあ、そこで蒸発するかなっていうのはあるけどさ、猫なんかね、舌出してハーハーしないからさ、蒸発するとこないと思うんだよね。そう考えるとさ、水を飲んでないっていうことだよね、と思ってさ、と思ってたから、なんだろう、黒豆茶ダメなのかな。黒豆茶にしたからみんな気に食わなくて飲まないのかな。それともなんだろうな、ただおしっこが出てないだけなのかなと思って、今日はちょっとっていう感じだったけどね、みたいな感じでございます。はい、今日も誰もいません。私一人のね、夜でございますよ。で、今日さ、夜中、昨日ね、夜中、怪しかった。何が怪しいかってなんか、マーチャがね、だからゆりたんにおしっこされたりとかするんでさ、あんまり深く寝れてない感じがあるのよね。でね、夜中にまあ時々目が覚めるような感じなんだけどさ、その時にマーチャが何かを追っかけてパタパタパタって走ったんだよね。まあ暗がりなんで、まあ暗がりだけどなんとなくフォルムでマチャだろうみたいのがわかるわけよ。でね、なんか追っかけてて。で、見失ったみたいで。
で、しばらくで見てたんだけれども、なんか飽きたみたいでさ、飽きるなよ。飽きないでちゃんと最後までね、付き合ってやって、みたいな感じなんだけど、飽きて抹茶はさっさとどっか行っちゃってさ、もうと思って。で、その飽きた後ね、今度はクータ寝て、その様子を見てたんだけどさ、今度はクータが引き継いでね、なんかしばらく見てたんで、なんかやっぱ何回いるのかな。やっぱなんかいいのかななんて思って。ね、でもなんか結局、抹茶じゃない、クータも飽きてすぐね、寝ちゃったから、おい、ちょっと待って、ちょっと待って、と思って、いや、なんかいいのか、今年も出たか、と思って、と思って、もうでもどこかなと思って、去年はほらまだ窓開けっぱだったし、でね、コンセントのところとか壊れてるところ、穴塞がないでさ、いたりとかしたし、でね、なんかいろいろっていうのかな、まあそんな感じだったんでさ、ね、そういうところから侵入されたかもしれないよっていう可能性はあったんだけどさ、私はほら、今、窓開けてないしさ、エアコンつけっぱ大作戦でさ、で、去年そんなことがあったからさ、穴塞いだっていうの、そのコンセントのところさ、壊れて外れてたところ、薬シュッてやって、で、埋めてっていうか、ちゃんと閉めてね、で、動かないようにして、で、エアコンのところもね、なんか隙間が、まあ、あるような、ないようなっていうかね、外から見ると、ベランダから見るとね、すげえ、ああ、ここは入りやすそうな感じよねっていうふうに見受けられるんで、まあ、おそらく侵入経路としてはそこだろうと思ってさ、なんか頑張って内側からね、なんか、薬シュッてできそうな隙間を見つけて、したんだよね。で、まあ、今年もな、今日やらなきゃな、なんて思ったんだけど、改めて見てもどこだろうって、なんか内から見るとね、そんな隙間が見当たらないというか、どこにかけたらいいんだろうっていうのが、まあ、わかんなくてさ、なんかもうね、苦手なことは後手後手よね。後手後手よねっていうね、感じでございますよ。じゃあ今日はちょっとおしゃべりがないんで、そろそろやめようかなっていう感じかな。でね、あとは今日やったことと言ったら、そう、今日曇りの予定だったけど、結局晴れたよな。結局晴れたんでさ、まあね、晴れても晴れなくても洗濯はするつもりだったんで、洗濯はしたんだけど、めちゃくちゃ晴れてっからさ、逆になんかこんなに晴れられるとさ、洗濯物干すとさ、洗濯物が傷みそうでさ、もうちょいもうちょいちょっとね、曇りぐらいでちょうどいいぐらいだったのにな、みたいな感じなんだけど、今日めちゃくちゃ晴れててね、まあ洗濯して干しましたけどねっていう感じかな。で、まあね、結局は夕方に、なんだろう、夕立ちなのかわかんないけどね、ここのところずっとね、なんか夕方になると雨降ったりとかしてて、で、今日もなんか降ってた感じだからね、まあ最終的には降ったけどさっていう感じだけどね、なんか予報だと今日はね、曇りだか雨だかの予報だったけどさ、ね、なんか結局晴れだったな、みたいなね、印象だったかな。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは、暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。ね、で、なんだっけ、洗濯の話して、ゴミ出しの話して、で、G の報告して、G の報告して、で、あと、なんだったっけ、農協か、農協、そっか、農協も行ったんだよね。晴れてるしね、と思って。で、今日はじゃがいも買おうかなと思ったんだ、本当はさ。昨日、一昨日かな、作ったさ、しそのナムルがしょっぱくってねっていう話でさ。で、じゃがいも茹でて、潰して、そこに混ぜ込んだら、なんか美味しく食べれるかもしれないなんて思って、じゃがいもを今日はさ、買いに農協に行ったんだけど、まあ、じゃがいもも売ってたんだけどね、じゃがいもも売ってたんだけど、今日はね、巨大なキュウリがあったわけよ。で、あ、巨大なキュウリあるなと思って、今日はキュウリがあるぞと思ってさ、じゃあこれだななんて思ったんだけど、これだななんて思ってたらさ、
なんか自転車でファーって来たおじさんにそれ掴まれたんです。あ、ダメかと思って。それ買おうと思ってたのに、あ、ダメだったかなんて思ったんだけど、おじさんが、持ったけど置いたんで、置いた。じゃあ、きゅうりだと思って今日はね、きゅうり買ってきちゃったんだよね。なので今日はじゃがいも買わなかったんで、結局しそのナムルどうしようかなっていうのでさ、で、今日はね、そう、で、きゅうりと、ナスがね、きゅうりのところにナスも置いてあったんだけど、ナスはね、150円なんだけど、なんか大きいのとね、大きすぎるやつとちっちゃすぎるやつと、なんかセットにしたのが100円であって、あ、これならいいわと思ってね。だからきゅうりとナスを今日買ってきたんでさ。で、この前、一昨日ぐらいかな。なんだっけ。ピーマン買ってきたんでさ。ピーマンとナスがあるから、じゃあ久々にピーマンとナスのな、きんぴらというか、なんていうんだろうな、炒めたやつ。まあ、それにこのシソを入れちゃえばいいかなと思ってね。で、それで、味付け的にそのシソのナムルをな、入れて、食べたらね、美味しく食べれたので、まあ、結果めでたしめでたし、よかったよっていうね、感じでございました。ヨッシーさん、ジャスティーさん、ありがとうございます。カニタンさん、シソナムルで、キュウリとあえるそう、それもさ、思うんだけどさ、何回もやってるわけよ。シソとキュウリはさ。で、もう大体わかってるんで、なんかもう飽きたというか、なんか違う道をね、開拓したいみたいなところがあって、まあ、調味料的な感じで使ったら、ちゃんと上手にね、食べれてよかったよっていう感じだった。カニタさん、そっちか。はい、そっちにしました。今日はそっちにしましたっていう感じかな。そうで、今日は朝からお腹空いてたから、まあ昨日もだけどさ、どこで買ったんだっけ、杉薬局か。杉薬局で、あれ、米粉買ったからね。米粉買ってきたんで、米粉のパンケーキ作れるからと思ってさ。で、朝やっぱりね、お腹空いてんだよね。で、お腹空いたな。お腹空いたらどうしようかなと思ってね。結局、米粉があるときはね、すぐ米粉のパンケーキを作ってしまうわけよね。だから今日は朝から、米粉のパンケーキを食べ、で、ナムルじゃなくて、ピーマンとナスのな、きんぴら的な炒めたやつを食べて、で、玄米水につけてたんでね、玄米炊いて、で、納豆ご飯食べたのが、そう、にゃんこのご飯に今日はさ、納豆菌をまた混ぜてやろうと思ってさ、納豆汁溶かして、で、残りの納豆をね、食べなきゃいけなかったんで、で、玄米は納豆で半分食べてみたいな感じなんだけどさ、そう、にゃんこがさ、今日、クータもね、うんこを失敗してっていうのかな、お尻歩きしちゃって、で、トイレの外にうんこ出してたんでね、もうみんななんかね、まあ、年のせいなのかなと思うんだけど、みんなしてたからさ、なんかね、トイレの中でうんこできなくなったっていうか、外に漏らすようになったな、みたいなね。最近はたまちゃんまで外に漏らすようになっちゃったんだけどさ、とうとう今日はついにクータまで漏らしてたんでね。だから、このな、納豆汁はしばらく続けてみようかな、みたいな気になったよね。で、最近はたまちゃん、うんこするときにさ、なんか踏ん張るのが辛いのかなんかわかんないけど、なんか大きい声で泣く癖がついちゃってさ、何しててもさ、ねえ、たまちゃんね、大きい声で泣くのよね。まあ元気だからいいんだけどさ、元気な証拠だと思って、まあいいんだけどなんて思いながらさ、最近だからご飯食べながらもなんかうなってたりとかするし、で、トイレ入ってる時もうなってたりとかするからさ、だからそのうんこしてる時は気張ってて辛かったみたいで、なんかすんごい声出して、どういうどういう表現したらいいんだ、それ、みたいなね。なんか、どんな声出してんのっていう声で、って思ったんだけど、どうも、なんか、うんこをするのにね、大変だったみたいで、
結局外に漏らしてね、みたいな感じがあったんでさ。みんな最近なんかね、抹茶以外はなんかうんこするのに、なんか苦労してる感じなので、納豆菌もちょっとね、続けようかなみたいな。だから本当はさ、腸内にね、菌が入れば、ね、一回入ればオッケーなはずなんだけどさ、まあ多分食べ物な、まあインスタントっぽいものを食べてるからさ、まあそれに防腐剤とか、そういうのが入ってて、まあ多分人間もそういうことだと思うんだよね。納豆毎日食べ続けなきゃなんないよな。まあなんないかどうかは知らないけどさ。ね、なんか毎日結局食べ続けてんじゃんみたいなね、一回食べればいいはずなのにさ、こうやって食べ続けなきゃならないっていうのは、まあ、他の食べ物ね、あとは水道水とかかな。水道水とかで、まあね、防腐剤とか、まあそういうのとか入ってたりとかあるんだろうから、まあそういうので、ね、腸内の菌がやられちゃって、ね、だから食べ続けたりとかしなきゃならないのかななんて思ったんで、にゃんこも一緒かなと思ってね、だから一回あげればいいもんかなと思ったけど、これ続けた方がいいかなみたいなね、まあ続けてね、意味があるんだかないんだか、この調子だからさ、聞いてるんだか聞いてないんだかわかんないけど、ただまあ思いつくことはね、とりあえずやっとこうかみたいなところでね、そんな、うんこ事情のね、ご報告でございました。あとは何だったっけな。あとは、そう。ね、なんか急にふとさ、まあ7月ももう終わりなんでね、最後の悪あがきで、で、明日本当はさ、バスツアーに行く予定だったんだけどさ、バスツアーが中止になっちゃったんだよね。で、まあ、じゃあどっか行くかみたいな感じで行ったんだけど、で、前にね、7月に沼津行かなきゃなって思いながらさ、なんか去年行けなかったんだよな、結局な。だから今年は明日沼津行くかなんて思ったんだけど、なんかさっきふとさ、と思って、沼津って JR 使うじゃんって思って、JR 使うじゃんと思ってさ、JR 使うということは、青春18切符かと思って、噂の、あれと思って、青春18切符買わなきゃダメかと。急に思って、急に思ってさ、買った方が得ってことだよな、沼津に行くにはさ、って思ってさ。で、じゃあ買うって思って。で、買うとしたら5回ね、また JR 使ってお出かけすることを考えなきゃならなくなるから、あれ、8月はね、もう引きこもるつもりでいたけど、無理が。8月も出かけなきゃ、これダメかみたいなね、状態になってきて、でね、なんかどこに行きたいとかって考えてなかったわけよ、JR でさ。JR でどこ行きたいとか考えたことなかったんで、大概お得な切符を使ってお得な切符を使って、なんかどっか行きたいっていうのあったんだけど、JR 使ってどっか行きたいっていうのがなかったんでね、もうどこ行ったらいいかなっていうか、ほら、日帰りで行けるところね、まあね、なんだ、安く済ますとかっていうのでさ、にゃんこがいなければよ、にゃんこいなければさ、そりゃ遠くまで行ってみてもいいけどな、にゃんこいるんで日帰りできるところっていうとさ、まあ限られるんでさ、どこ行ったらいいかなっていうところ、さっきふと急に思い立って、なんか計画立て始めてね、なんかわちゃわちゃし始めたみたいな、そんな感じです。ヨッシーさん、バスツアーは来年こそ、さくらんぼ食べ放題および、シャインマスカット食べ放題に行きたいです。そっか。なかなかそういうさくらんぼとかシャインマスカットとか食べに行くツアーっていうのは、その福岡の方にはないのかな。ね、産地が違うのかもしれないね。こっちだとね、結構、さくらんぼはまあ確かに時期短いんだっけ、あれって。なんかあんまり、なくはないけどね、あんまりなかったような気がするんで。で、シャインマスカットはなんかブドウが多分ね、期間長いんだと思うんだよね。シャインマスカットは割とね、あるよね。だから自分はシャインマスカット目当てで、
ツアーを探してるわけではないんだけど、そのツアーに組み込まれてるんでね。だから、シャインマスカットなんか全然知らなかったし、食べようと思ったことなかったのに、そんな私のお口にすらね、何度かシャインマスカット入ってるんで、結構あるんだよね。ヨシさん、九州にはさくらんぼ食べ放題はありませんので、やっぱりそうか、産地が寒いところなのかね。山形だったっけ、さくらんぼといえばっていうところ。そう考えると寒いところっていうことだからな。そうすると九州にはそうだよね、ないよね。確かに、ぜひさくらんぼ食べ放題楽しみに行ってくださいませ。さくらんぼ食べ放題はね、経験したことないんだけど、さくらんぼ自体が、あんまり好きじゃないというか、あんまり親近感がないどんなでフルーツなんだよね。だから何度か話したことあるんだけどさ、母親にね、私が子供の頃に、アメリカンチェリーがさ、すげえ色が濃いじゃんか。で、色が濃いから美味しそうな感じするじゃんか。ね、どうしたほら、たまちゃんがもうずっと泣いてんだよ、って。一日中な。でね、美味しそうで。で、食べたんだよね、子供の時にね。そしたらそれで、吐くわ、下痢するわ。大変なことになったらしいんだよね。それで嫌いになったんだかなんだか知らないけど、さくらんぼはアレルギーがあるからだったかな。あんまりみたいな話で。それっきり食べてないわけよ。だから自分の記憶にある中でさくらんぼを食べたことがなくて、で、あんみつとかに乗っかってるさ、真っ赤っかに染められた、さくらんぼあるじゃんか。で、あれは好きでね、で、あれは好きで、よく食べてたというか、乗っかってんじゃん、よく、プリンの上だったりとかさ、何かしらの上にさ、プリンじゃねえと、さくらんぼ、真っ赤かなさくらんぼ乗っかっていっちゃうか。それはよく食べてたけどね。だからこれだったら生のさくらんぼじゃないから大丈夫みたいな感じで。生のさくらんぼはダメみたいなのがあって、で、ちょっとね、敬遠してる感じ。で、食べても、特別そんなにうまいわけではないっていうかさ、ほら、ぶどうとかさ、桃とかはさ、食べるとうまいなっていう感じだけどさ、さくらんぼって別にそういうのなくって、好きな人は好きだと思うんだけど、そういうのないんで、食べなくてもいいかみたいなところがあってさ、それでね、なんとなくさくらんぼ狩りツアーにはね、申し込んでなくて、みたいなところなんだよね。吉井さん。アメリカンチェリーアレルギーなのでしょうか？珍しいですね。ね、そうなんだよ。だからね、わかんない。今日ね、江戸時代だかなんだか、昔の糞尿事情についての動画見てたんだけど、ちょっとそれ思い出しちゃったんだけど、今喋りながらな。だから、母親と暮らしてる時に、私、食中毒をね、何度かやってんだよね。だからといって母親は、不潔っていうわけではないっていうか、ゴミ屋敷ではあるけど、ゴミ屋敷ではあるんだけど、ただ食べ物をね、扱うときは、別に汚くしてるわけではないんだよね。なんだけども、何度か食中毒が、あったんで、原因は母親みたいな、のもね、ちょっとうっすら今喋りながら思ったんだけどさ。たまたま自分の体調的にね、合わない時に食べたっていうのもあるのかもしれないし、あとは昔の話だからな、私がもうね、ほんと記憶にないぐらいの
ね、ちっちゃい子供の頃の話なんで、まあその時の食べ物のね、衛生的なものがどうなのかなっていうのもあったのかもしれないし、わかんないけど、まあね、どうもチェリーアレルギーらしいんだよ。で、なんかちょっとね、こわごわっていう感じなので、食べてないんで大人になってからね。カニタンさん、今日は桃を買いました。いいな。食べるの楽しみね。桃ってさ、ほら、テンション上がるだろで、明日行く予定だったね、ツアーが楽しみにしてたんだよね。プルーン食べ放題っていうのでさ、ね、プラムかなプラム食べ放題っていうので、ね、それは食べ放題じゃない、プラムなんだ、模擬みたいな感じかな。あ、プラム狩りか。プラム狩りだったかな。それはやったことなかったし、ね、で、桃系っていうのかな。なんでさ、楽しみにしてたのが中止になっちゃったわけよね。で、なんかね、桃三昧みたいなね、ツアーもあったわけよね。ただ値段がね、まあちょっと高いし、で、クーポン使えないから、じゃあいいやと思ってね、保留にしてたのはあるんだけど、なんかお土産も、なんか桃キャラメルだとか、そういう加工品のお土産がついてるとかっていう、なんか桃狩り、桃食べ放題のね、ツアーとかもね、あったんだよね。ヨシーさん、子供の頃のアレルギーは、大人になるとアレルギーなくなっている場合があるらしいです。ですよかな。そうそうそう。だからまあ、多分大丈夫かなとは思うんだけど、でね、一昨年ぐらい、もう3年ぐらい経っちゃうかな、に、さくらんぼもらったんだよね。あ、そう、そういえばさくらんぼをさ、なんだ、出されることがよくあるんだよね。だから私さくらんぼ食べれないんだっつってお断りしたことが今までに何回もある。今までに何回もあるんで、だから結構さくらんぼを出されること多いんだよね。でね、もらったんだよね、1パック。まあ多分ね、大人になってるんで、アレルギー的にはまあ大丈夫なんだろうけどね、なんて思って、で、まあ少し食べたかな。で、少し生で食べて、で、まあ、オッケー。オッケーってなって、で、煮たのかな。コンポートにしたのか。コンポートにして、で、食べたよっていう感じだな。だから生で食べるのは、まあちょっと不安があるのでね、少しだけせっかくだからもったいないから食べて、で、あとちょっと火にかけてね、で、食べましたね。美味しかったですよっていうね、感じ。で、何の話糞尿の話糞尿事情の話ね。だから、ヨーロッパと日本の、昔のね、糞尿、事情の違いみたいな動画があって、おおと思ってな、どう違ったんだろうな、なんていうふうに思ってみたんだけれども、まあね、そのヨーロッパの方はさ、トイレがないんだったっけなんかその辺に垂れ流しっていうか、なんかね、それのために長いスカートでね、隠してたというか、そのためにあんなね、膨らんでる、長い丸いスカート、履いてたよって話聞いたことがあるんだけど、まあトイレもあったらしいんだよね。で、ただトイレもあったけど、その人数に対して圧倒的にトイレの量がね、少なかったらしいんだよね。で、まあ上流階級の人だと、まあ部屋にね、トイレあったりとかはするんだけど、ただその今みたいな水洗とかそういうんじゃなくて、まあね、箱の中にして、で、そのしたものは使用人がね、その公衆トイレかな。公衆トイレまで、流しに行くっていうのを捨てに行くんだけど、ただその公衆トイレまでが遠いんで、めんどくさいんで、
結局窓から捨ててたらしいんだよね。で、窓から捨ててるんで、やっぱりね、臭くて大変だったらしいんだよね。臭いから、だからその、使用人に、窓から捨てさせてるうちは、なんかね、罰則みたいな法律だかなんかを作ったのかならしいんだけど、結局誰もそれ聞かなくて、聞かないと法律ってね、効力を示さないんだなっていうのでね、だからみんなもそうすりゃいいんだよっていう感じよな。もうね、嫌ですってワクチンなんか嫌ですつってみんなしてね、言うこと聞かなきゃ、マイナカード作りませんつってみんなで作んなきゃいいんだよね、みたいなね。だからみんなが言うこと聞かなきゃね、効力がないんだなっていうね、感じで、なんかね、捨ててたらしいよなっていうので。大吉さん、藤子さん、こんばんは。皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もシブトークやっておりますよ。で、その頃、日本はどうだったかっていうと、日本は、その、畜産じゃない、農業か。農業でね、その人糞を、使って、肥やしにして、で、農業してたんで、で、その農家の人が買ってくれるらしいんだよね。で、それが結構いい値段でね、買ってくれるらしいんだよ。まあ、なんでかって言ったら、やっぱりね、その肥やしを使った方のが、あの、出来がね、作物の出来が、全然いいからっていうのでね、まあ、多分元が取れるぐらいに、作れるからっていうので、なんかいい値段で買ってくれてたらしいんだよね。なので、それが盛んだったんで、その窓から捨てるみたいのはなかったんだけど、ただそのね、人糞、糞尿を使うと、なんかそれで、害虫害虫が流行ってたんだよね。で、それが原因だったらしいんだよ。だからそれはそれでメリット、デメリット、ね、街的には、まあ、ヨーロッパみたいに不潔ではなくて、まあ、清潔というのかな、ね、感じではあったんだけれども、ただそれをね、作物に使うことで害虫が流行って、でね、8割の人がその害虫をね、持ってたっていうのかな。でね、なんかお腹の中でその虫が増えすぎると、なんか口から出るらしいんだよね。で、うおーとかって思ったんだけど、ただその口から出る現象っていうのが、まあね、珍しくなかったんだって。だからみんな、その口から害虫が出てきても、なんかあんまり驚く様子ではなかったらしいんだよね。そんなにか。よく生きてたね、みたいなね。で、まあ、虫下しっていうのがあって、まあ、時々、まあ、虫下し飲むと、まあ、その時だけはね、一時的に良くなるらしいんだけど、まあ、その時だけで、まあ、あんまり根本のね、原因除去にはなってない、問題解決にはなってないって話で、そうなんだ。そうなんだ。よく生きてたよね、なんて思って。で、そのヨーロッパの方は、その海中はね、その人間の、糞尿を使ってないから流行ってはないんだけど、ただその農業は、なんだっけ、酪農、やってるから、それのね、動物のその糞があるんで、それを使ってたんでね、だから人糞は使わないけど、動物の糞を使ってたんで、なんかそれだとどうも害虫は流行らないらしいんだよね。だからへえと思って。ただその代わり人糞、人間の方の糞尿の方が余っちゃってるからね。だからそれが活用できなくて、街にばらまかれてるっていう、まあすごい話。
なんか、よくね、今ではこんなね、清潔なところに住めてよかったよってね、しみじみ思いました。はい。以上終わりでございます。ね、皆さんは青春18切符でどこに行かれるんでしょうかね。じゃあ、タロットカードでもやりますか。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。ボロボロだ。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。読んだんだっけてたまさん、藤子さん、皆様こんばんは。遅くなりました。お待ちしておりました。ご参加ありがとうございます。今日はさっさとやめようかなって思ったんだよね。で、さっき、もしかしたら明日、青春18切符を買う羽目になるかもっていうことに気づき、で、青春18切符を買ったら、どこに行ったらいいかなっていうことを急にね、考え始めたので、ね、もし皆様のお知恵を拝借できれば、皆様だったら青春18切符で東京からどこに行かれますかっていうね。ご質問質問でございますよ。てんたまさん、買っちゃいますか？そうなんだよ。だから明日さ、沼津に行こうと思ったわけよね。今までずっとさ、今年やるべき100の目標にさ、なんか沼津に行くって書いてあったわけよね。書いてたんだけど、結局行ってなくて、で、どうもほら、アジの旬が7月だなんてふうに聞いてたから、じゃあまあ行くなら7月かなんてふうに思ってたんだけども、7月も終わるんでさ、じゃあ明日ね、まあ気が乗らなかったらあれだけどさ、行くなら行くかなんてふうに思って、で、沼津までの交通費をさ、なんか計算したらさ、あれと思って、あれと思って、これ青春18切符で元取れる料金じゃんって思ったらさ、これ買った方のがいいのかって、思って、急に忙しくなってきたわけ。大吉さん、はい、LINE でリアストアップありがとうございます。ヨッシーさん、シュトップ、青春18切符は安価ですけど、福岡から山口へ計画したことありますね。福岡もね、行ってみたいけどさ、ちょっと遠すぎて、青春18切符で往復できる距離ではないので、青春18切符で往復できる距離でな、行ったことないところ。だからバスツアーで行くところと大体被ってんだ、距離的にはね。距離的には被ってるけど、バスだと道路だからさ、電車と道路でまあ多少違うんでね、ちょっと違うところには行けるかなって、今ちょっとね、少し楽しみにはなってきた感じ。てったろさん、久しぶりの元祖 LINE でリアストップ。ありがとうございます。では、皆様からストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。ハリボテ。ハリボテの馬のカードが出ましたね。沼津まで片道何時間かかりますか？そう、それ見たらね、なんか2時間ぐらいな感じだったんだよね。
2時間ぐらいな感じだけど、まあ、乗り換えだとかね、いろんなのをさ、考えて、まあ3時間というふうに考えて、でもまあ3時間だったらね、大概のところはそんくらいかけて行ってるからさ、まあまあね、そんなに、行った先でなかなか観光も楽しめそうな、ただ暑いからどうかなみたいな感じだけどね。カニタンさん、大工さん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。で、これ、なんだ。1、2、3、4、5、6。6のワンド。えーっと、ワンド、6。出てこないぞ。そう。でも、とうとうやばそうなのがさ、さっきそのね、検索するのにさ、地名ダメだ。繋がらない。本当に繋がらない。本気で繋がらないぞ。その地名をさ、入力したいのにさ、キーボードがもう全然違うのを打っちゃってさ、全然検索できなくて、かわいいゆりちゃん。万歳してんのな。かわいいな、ゆりたん。万歳。と、ゆりたんの、光っちゃって、光っちゃって。光っちゃって。光っちゃって、ゆりちゃん万歳。光っちゃって。かわいいな。天玉さん、3時間くらいならちょうどいいですね。そうそう。ね、ちょうどよくって、で、ね、青春18切符だったら元取れる距離だから、これ買わないとダメなやつ。ダメなやつかなって。さっきちょっとふと急に思い出してっていう感じよ。天玉さん、長時間乗っていると体痛くなります。のでね、そうだよね。そう、お尻が痛くなる。まあ、電車の椅子はね、まあ、お尻あんまり痛くならないけどな。お尻痛くなるの何だったっけ？なんかお尻痛くなるのあった気がするけどな。長時間乗ってるとな。電車だったかな。ものによるかもしれないな、電車のな。でゆりたの写真を眺めてる場合じゃなくて。ワンドロクの意味。はい。柄の意味。激しい戦いから、凱旋を祝うかのように頭には勝者の象徴である月桂冠をつけ、月桂樹をつけ、手に持つ棒にも美しい花飾りが掲げられています。その姿は誇らしげに胸を張り、白馬も美しい装いで、覆われています。棒を手につき従う者も、喜びの表情を見せている。今日は聖地。聖地、成功、勝利、良い、解決。この棒を手に白馬にまたがる騎士は、国を守るために戦いに赴き、今まさに故郷へと戻ってきたところなのでしょう。そのため、聖地では、勝利、成功、プライド、揺るがない自信を意味し、逆位置では敗北や劣等感を意味します。はい。聖地の意味。信頼に応える方。そういえば全然関係ないけれども、さっき、ひろきさんっていう人が、ドスコイさんのサムネをパクったっつって、で、ドスコイさんが怒って、揉めてるみたいなことになってたの。それについて、スーツさんが解説っていうのかな、してる動画を、見て、そんなことになってたんだっていうのをね、知りましたっていう感じ。はい。アンドロックは、勝利や成功を象徴するカード、試合や、戦いなどで良い結果を得て自信をつける。このカードが他者と争うやのスポーツの試合や試験の結果を暗示するカードとして開かれたなら、
それは好成績を収めると解釈していいでしょう。棋士が凱旋するかのように周囲の期待に応えるのが、このカードの意味でもあります。その得られた結果は多くの人から祝福も受け付けられ、自らも強い自信となることができるのです。いいなって、羨ましいなって。羨ましいなって思っちゃったけどな。また、従者を従えて凱旋することから、個人の独力による結果はもちろん、チームプレーで勝利するリーダーのような役割も担っている応援じゃないかな。まとめございますか？恋愛まとめ。勝利と成功のカード。周囲からも祝福され自信が得られることを意味します。自分を過信せず、謙虚に物事に挑むことがこのカードによるメッセージということ。その意味だけは心にしておきましょう。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、皆様のおかげで得られた勝利でございます。ありがとうございます。というね、感謝の心を忘れずにということでしょうかね。はい、参考にしていただけてたら幸いでございます。てたまさん、高松4時半発に乗れば、乗り換して19時半ぐらいに、東京駅に着きます。そうなんだね。4時半発っていうのがあるんだね。こっちね、4時半の電車はないわけ。5時過ぎだね。5時過ぎの電車、5時ぐらいかな。5時ぐらいの、電車が始発っていう感じだな。で、日帰りしないんであれば、そうやってね、遠くにも行けんだけどっていう感じなんだよ。テンタムさん、サムネ詐欺とどちらが罪深いでしょう？そうだよね。サムネ詐欺とどちらが罪深いって言ったらサムネ詐欺の方じゃないのって思うよね。でもサムネ詐欺は作戦としてはね、みんな使っているからな。それを罪としちゃったら罪人ばっかりになっちゃう。罪人だらけになっちゃうな。吉井さん。高松から青春18切符1枚で、東京へ行けるのですか？すごい。九州からは絶対無理です。でも、どうだろう。あれ、だから1日で行こうとしないで、何日間でね、今日はこっからここまで。で、次の日こっからここまでみたいにすれば、ね、なんか結構いけるんじゃないのってやったことないやつが勝手に妄想しておりますが。牛井さん、沼津、私なら、大瀬新地に行きたいです。大瀬崎新地かな。よいしょ。そうか、キーボードが大丈夫か？出てきたかな？大瀬崎。繋がらないぞ。出てこない。インターネットに繋がってなかったら、このライブもできてないはずおかしいな。いや、後で見ますかね。これしょうがないな。てたまさん、温厚なドスコイさんが怒っていると。そうそうそう。ね、だから珍しいことが起きてるな。で、スーツさんが解説してるっていうね。でも、そうだなっていう感じだったな。納得っていう感じだったよ。吉井さん、公共機関がないけど、そっか。レンタルバイクでも借りていきたいです。そうだね。ゆるキャンの聖地です。なるほどね。そういうことか。そうそう。だからね、大概みんななんかね、レンタカー借りて行きづらいとこには行ってるみたいなんだよね。青春18切符でとりあえず駅まで行って、で、レンタカー借りて、行きづらいとこ行って、みたいな感じみたいなんだよね。
もうそうかと思って、みんな行動範囲が広いなと思ってさ。ね、てんたまさん、ヨッシーさん、それは東京に、越された後に、ぜひ、実現してください。そうだね。てんたまさん、柴田の〇〇、漢字が読めない。サムネなんて、パクられまくりなのに、ね、そうだよね。てんたまさん、救いたいサムネも、ね、そう、救いたいもね、ぐーちゃんでやってみたことあるけど、なんか作りたいなと思って。ね、なんか動画思いつかなかったけど、何々を救いたい、なんか作りたいなと思ってね。もちまる日記を救いたいっていうサムネを作ったことあるんだ、みたいなね。まあ、YouTube のサムネはね、いかに優秀なサムネをパクれるかっていうのが、まあね、チャンネルのね、成長に欠かせない能力でもあるのでな。まあ、そんだけのね、才能センスがあるっていうところはね、まあ、羨ましくもあるよって感じ。まあね、その、ひろきさんっていう人がパクってるなっていう感じは分かってたよね。ただやっぱり、作ってない人、自分が動画を作ってない人から見ると、なんかそういうの分かんないみたいで、みたいのをね、なんかスーツさんが、YouTuber 目線からね、解説っていうかな、してくれてて、で、まあね、さすがだなと。さすがだなっていう感じのね、動画でございましたよ。まあ、スーツさんからしてみたら、まあ自分のサムネもパクられてるし、まあパクリパクられで、まあお互い様なのかなっていう部分もぶっちゃけあるし、で、まあね、パクるっていうのはそのマーケティングの世界では当たり前の常識なんでね、まあパクられるっていうのは、まあね、いいことと言えばいいことなんだけども、まあね、気持ちのいいものではないので、まあ、パクらないでいただければ、まあ、ありがたいみたいな感じだったな。まあね、そうだよねっていうね、感じでございましたよ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時くらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。またたまちゃんはな、自分からパクってる人が叩かれるまでニコニコしながら待ってますね。そう、だから意外とみんなね、パクってるっていうこと気づかないわけ。だからね、そう思って期待してても、そうはならんわけよ。で、結局自分だけがなんか悲しい思いするっていうのが、まあね、結果みたいな感じなんだけども、まあ、そういう世界っていうのかな、そういうことでございますよ。ね、お話でございました。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。